来てみたかったマサイ族の暮らすマサイマラ。アフリカ、ケニア。子供の頃見た図鑑の中の野生動物が目の前に生き生きと。サファリのテントは過酷かと思ったら、ラグジュアリーなテントでぐっすり眠り、この知られざるエリアだけで体験できる特別なサファリ。一生の思い出に。ゴロゴロ旅。私たちは50代60代の旅好き夫婦。夫の定年後、世界のあちらこちらをゆっくり旅しています。今回はケニアのサファリ旅に出かけます。ナイロビまでは直行便はなく、中東のカタールやアブダビ経由なら16時間半から18時間。ヨーロッパへの時間とそんなに変わらないです。今回私はお安いビジネスクラスを見つけたので喜んでいたら、なんと合計乗り換えも含めて24時間35分かかってしまいました。イスタンブールまでは ANA で13時間40分、乗り継ぎ4時間、そしてターキッシュエアラインズに乗り換えて6時間35分の長旅です。全日空アナは安心感があり非常に快適でした。しかしビジネスクラスに定評のあるターキッシュエアラインズはこの路線ね、このナイロビ行きの路線に使われている機材の影響なのか、正直かなり厳しいシートでした。その詳しい様子は別動画で紹介していますので、ぜひそちらをご覧ください。ナイロビには無事定刻通り到着しまして、ナイロビから200キロ以上離れている有名なマサイマラというサファリがあるエリアに向かいます。ケニアのサファリではガイドはツアーが終わるまでずっと同行してくれます。ナイロビからサファリの地域までの長距離移動も運転してくれますし、サファリ中は動物の行動を読みながら案内し、そしてホテル宿泊の時もサポートしてくれます。ジョロゲさんはガイドの中でもベテラン中のベテラン。この辺りの標高はすでに2370メートル。ナイロビの標高もおよそ1800メートルで、赤道直下のケニアなんですけれども、もうこうやって標高が高いので朝晩は10度台まで冷え込むんですよね。今目の前に広がっている景色は大地広大グレートリフトバレーです。アフリカ大陸を南北におよそ7000キロにわたって貫く巨大な地形で、地図で示すとこの黒い部分にあたります。地殻が引き裂かれて生まれた割れ目の谷。激しい地殻変動が多様な自然環境を生み出し、それが人類の進化を促したと考えられています。ここで誕生した初期の人類はこの大地広大とその周辺を通ってヨーロッパやアジアへと広がっていきました。このためこの地は人類のゆりかごとも呼ばれています。ナイロビは東アフリカ最大級のハブ都市です。ケニアの首都として政治と経済の中枢を担っているので、世界各地からのフライトも多くて、日本人にとってアフリカの玄関口として便利な都市です。さらに国連の主要機関が置かれることでも知られていて、環境分野や都市政策の国際会議が日常的に開かれるアフリカでも数少ない国際機関の中枢都市です。一方でね、都市の成長が全ての人に均等に行き渡っているわけではありません。近代的なオフィス街もありますけれども、都市周辺部やインフラが十分でない地域もあり、
雇用や教育、医療へのアクセスには大きな差があります。さすがに揺れてきたね。今私たちが向かっているマサイマラには市営の保護区と国立の保護区の2種類のエリアがあります。私たちが向かっているのはこの市営の保護区、プライベートコンサーバシーの方です。こちらはマサイ族の私有地に設立された共同保護区で、ロッジの運営会社と地元のマサイ族がやってるとこなんですよね。でもう法的には国立ではありません。そしてね、サファリの車両数が厳格に制限されているので混んでないんですよ。そしてね、国立の方では許されていない夜間のサファリで火を焚いたりとか、車から降りて歩くことも可能なんですけれども、国立の方ではそれは禁止されています。そして、観光収益がマサイ族に直接還元されるところもいいところなんですよね。ここで再びトイレ休憩です。今度は近代的な大きなスーパーマーケットに付随しているトイレを使わせていただきます。皆さんね、こういったところのトイレがどうなっているのかちょっとご興味あるかなと思ってちょっと簡単に撮影してみましたので参考になさってください。海外あるあるでトイレのその入り口にもティッシュがありまして、トイレットペーパーありまして、ここで自分が使う分を取って中に入ります。ここなんかはね、常時清掃の方が立っていて、何人かあればささっと掃除をしてくれたので割といいと思います。空いたので入ってみましょう。ちょっと全部は映しませんけれども、普通にこんな感じです。スーパーマーケットがあって、このお店のちょっと通りを越して向かいにコーヒーショップがあったので、都会でも有名なちょっといいチェーン店のコーヒーショップだったので、私たちはケニアのアイスコーヒーをオーダーしました。香ばしい。これは美味しいよ。美味しいですね。美味しい。お昼近くになってさすがに日差しがきつくなってきました。標高が高いですからね、やっぱり日差しがきついんですよ。でこのね、サンシェードっていうのを買ってきてみました。普段私たちは車にほとんど乗らないので使わないんですけれども、このサンシェードね、片面がベターっとビニールになっていて、何の湿気もなくてもこのね、窓に貼れるんですよね。もしね、この私たちは席が余っていたので好きな席に移動できるんですけれども、移動できない場合なんかにね、逃げられない場合にこれあると便利だと思います。番組で千原誠二さんがアフリカ行った時にバンって貼ってて、現地の人がびっくりしてた。お次は何の変哲もないエアー枕100均のものですけれども、今からちょっと揺れる道に行くそうなので首の補助にしたいと思います。飛行機ではあまり使わないんですけれども、このね、車の椅子にはいいと思います。ひえー、舗装されてない道に入りました。想像以上で、日本ではちょっと体験したことがない揺れです。なんかちょっと軽い暴力のように感じます。舗装されていない道とはこういうものかと思い知った感じです。多分空気はきれいなんでしょうけど、この塵がすごくっても口を覆わなければいけません。私たちが乗っているのはトヨタのランドクルーザー。舗装されていない道、悪路、僻地での走破性と耐久性を最優先に設計された車です。故障しにくく、現地整備が容易。サファリでは無線を搭載、天井が開くように改造されて、移動手段であり観察台であり安全装置でもある専用車両です。もうこの揺れを感じて
私たちはこの年齢で来てよかったと思いました。あと10年後だったらちょっと体力的に厳しいですよね。他に行きたいところがあってもサファリに来る予定があるならやっぱり順番を繰り上げて早めに来た方がいいと思います。この悪路を通らなくても国内線のセスナで現地までマサイマラまで行く方法もあるそうです。今ご覧いただいているこの動画はケニアのマサイマラの市営保護区であるレメック地区にあるライオンズクレイドルでのサファリ、それも動物を見るだけでなく大自然に没入できるさまざまな体験ができるテントロッジとなっています。そしてこちらの動画では空のサファリのバルーンサファリ、水のサファリのボートサファリ、自分の足で歩けるウォーキングサファリなどいろんなサファリを体験します。ライオンの交尾も撮影できました。今回はオーダーメイドの旅のオンリーワントラベルさんにこのサファリ旅をご提案いただいて現地プライベートツアーを楽しみます。これはコンサバトリーだからですか？そうです。みんなが入れない。そう。ここが市営の保護区の入り口のようです。守衛さんがいらっしゃいます。さあさん。Kumbe mnahepanga saa zingine. Hizi funguka. Kuna vitu mingi zitamwagika. 誰とでも仲いいジョロゲさん。Sawa. ここからは今夜から泊まるライオンズクレイドルの敷地のようです。びっくりしました。歓迎の儀式のようです。ここマサイマラはマサイ族とマラ川に由来します。マサイ族の土地に広がるマラの草原という意味もあります。このロッジの名前はライオンズクレイドル。ここのスタッフの幾人かはマサイ族です。マサイ族の民族衣装であるシュカという布を巻いてビーズの装飾具をつけてマサイ族の歓迎の歌で私たちを喜ばしてくれました。このキャンプのスタッフの中にはいろんな民族の方がいらして、車のドアを開けてくれた男性はトゥルカナ族です。より過酷な土地で生きている遊牧民で、もうサバイバル能力が高いようで、いろんな生き残り方を教えてくれました。一番右端の方ですね。ありがとう。アサンテ。Okay. Welcome. Yeah. This one, Yes. I see. Yeah, this is Marco. Marco. Yeah. Marco. Hi, nice to meet you. Thank you. Nice to meet. すごいね。警備担当セキュリティのマコさんは YouTube 撮影に興味を持ってくれて褒めてくれました。私たちのガイドジョルゲさんは
このライオンズクレイドルのマネージャーでもあります。日本語が得意なジョルゲさんはスタッフに日本語を教え込んでいるようです。Thank you so much. 濡れおしぼりです。いい香り。This one? Thank you. Thank you. What is this? Fruit punch. I see. Thank you. Watermelon. Passion, no mangoes. 見てくださいよ、もう。ちょっと別世界ですね。こちらのお庭、見晴らしがいいなと思っていたんですが、すぐ目の前にカバやシマウマ、いろんな動物が目の前に来るとこだとは夢にもこの時には思っていませんでした。観光客がたくさんいる国立保護区ではありませんので、本当にひっそりとして私たちのプライベート感いっぱいなんですよ。こちらはラウンジ、自由に使えます。ここでのコーヒーやアルコールなどももうオールインクルーシブになっていて、自分のお部屋と同様に使えます。こちらもテントになっています。壁が全部布製なんですね。My name is Immaculate. Immaculate. Ima. 今 Ima. 今さん。 Ima san. はい。My name is Nora. ノラさ Yeah, ん。 Nora. はい。We are located in Lemek Conservancy. Yeah, I see. Lemek. So I'll be giving you your brief today. Oh yeah. The first thing to note is we do not have an electric fence around the camp. No electric I see. fence, meaning wild animals can come and go easily. If you want to move from room to lounge or room to restaurant, request for security escort. We Really? have radio in room. Yeah. You call for security, they come and take you. Do not walk alone. Security. Nice. So two, we're not on the main power line. We use solar. 横にあるレストランのテントに移動してランチです。鳥の声だけが響く静かな大自然の中です。ここで靴を脱ぎまして、こちらはテントのレストランです。壁はね、ネットになってまして、天井もテントの布です。そして今日はね、私たちだけのプライベートで、給仕の方がいらしています。いろいろ面倒見てくれるみたいです。楽しみです。スタッフの方もさあお食事したいと思います。とてもね気持ちのいい風が吹いています。Yes, and our dessert will be ice cream. ランチのメニューを説明してくれます。こんな綺麗なね器にも凝ってますよ。テーブルこうなってて、ここがね砂が入ってるの素敵。お手拭きもねここに用意されてますよ。いただきましょうか。本当にね食器っていうかね、白いプレーンな食器なんですけど、このサラダ用のこういうものなんか凝ってますよね。お食事をしながらこの景色ですよ。まだサファリに出かけてないのに目の前にシマウマが。ここはバターチキンがライスでなくお芋さんなんですね。チキンがこんなにこういう感じなんでしょうか。チキンゴロゴロ。もうここのエリアには野生の動物がたくさんいて、そして何のフェンスもないそうなんですよ。なので私たちがテントからこのレストランに来たりとか、どこかに移動するときには連絡をくださいと。で専門のねスタッフの方が一緒について移動してくださるそうなんですよ。こう風が吹いてきてね、そよ風がわーってね気持ちよくて、このテント自体もそよそよそよって言って、このね自然の中にいる感じがと
ても素晴らしいですよね。言ってみて、私たちは健康のために塩が少ない方が好きだって。For health reason, we prefer less salty Or food. less Yeah, less salty. Please, food, if possible. Yeah, it's very possible. Okay. Thank you. Welcome. Kind of acting in a strange way. ランチが終わりまして、警護セキュリティのスタッフとともに部屋に向かいます。部屋といってもテントですけどね。このスリムなマサイ族のこのスタッフの荷物の運び方見てください。反対の手でどうもバランス取ってるっぽいですよね。なんかこう生きる知恵っていうか、すごいバランス取ってる身体感覚が素晴らしい。絶対あれ手を伸ばしてバランス取ってるんだわ。マサイの人ってすごい。私たちのテントが見えてきました。サファリのテントって過酷なのかな。でもラグジュアリーと野生環境への没入を両立させたテントらしいんですけどね。これがテントロッジなんですね。先ほどのレストランやラウンジと同様に床がしっかり作られています。いやー、テラスも気持ちが良さそう。違う形の、椅子がチェアが2つ並んでいます。入っていいんでしょうか。テントの入り口はファスナーで、メッシュを通り越して、おー、素敵じゃないですか。スタッフの皆さん、みんな本当に優しい話し方されるんですよね。そしてテントで難しいこのスイッチの場所とか一つ一つ教えてくれます。そうそう、ここは移動する時には、セキュリティ警護の人を呼ばなければいけないので、このトランシーバーで呼ぶんですよね。トランシーバーなんてちょっと使ったことないですね。携帯電話に似ているけれども違うシステムなんですよね。多分携帯電話が通じないなんてことがあってはいけないから、このトランシーバーを使ってるんだと思います。Try practice. Let me practice. So turn. So Just want to Yeah. turn off like this. Turn okay. on. Turn on Yeah. like this, Yeah. and And then press this press. one. Press yeah. And and turn on. room number is Room number 8. The numbers 8. Tent number 8. Yeah. Hello, hello. And just 話し終わったらボタンを離さないといけないんですよね、トランシーバーは。security and 聞くときは離さないとね。and Okay. wait some moment. Ah. I see. Don't go alone. Oh, okay. それとは別に、ロビーなどに、いろんな注文をできるような携帯電話も置いてあります。100. 100 Yeah. to the office. Difference is this is go out security. Yeah. This This is is to the office. some office. 室内ではもちろん Wi-Fi が使えます。Thank you. そしてオールインクルーシブのサービスの中にはお洗濯物、ランドリーがあります。ここに、自分たちの、その洗ってほしいものの、チェックを入れて、カゴの中に入れといてくれればお洗濯しますよというものです。もうね、ほこりが多いのでね、洗濯してほしいんですよね。こんな感じで丁寧に説明を受けた後、私がご紹介しましょう。テントのルームツアーをしたいと思います。さあ、ファスナーを開けて
まずテントとは思えないですよね。奥まで行っちゃいますね。テントの水回りって気になりますよね。こうやって鏡もありまして、姿見があり、そしてこちら飲み水同様なので、これでうがいなどなさってくださいということです。そしてグラス見て、これね、手拭きっていうんですか、手作りのねガラスですよね。手で作った工場製品じゃない、こういったいいものが使われてるんですね、ここはね。でこういった棚だって安物ではない感じですよね。そしてこれね、こんなね大自然の中に真っ白いタオルが使えるなんて。そしてドライヤーや、予備のトイレットペーパー、サニタリーの、袋も用意されています。そしてね、お洗濯がいらないタオルはここにかけてくださいとのことです。そしてライトもありまして、シンクです。そしてね、ここにハンドウォッシュ、ボディーローションがありまして、ここの使い方もね、ちゃんと教えてくれました。そしてここのテントに来るまではお湯を出しても少し時間がかかるかもしれないけれども、もう大きなタンクでお湯を沸かしているので、タンク式のね、ちっちゃいタンクのものではないので、お湯がなくなったなんてことがないそうです。そしてこれがシャワー。そしてね、さっき驚きました。ちょっと今濡れると嫌なのであれですけど、このね温度計デジタルなんですよ。34度って書いてありました。そしてこれはダブルシャワーじゃなくてトリプルシャワーっていうんですか、レインシャワーと、そこの大きいシャワーとちっちゃいシャワーっていうのが3つもあるんですよね。すごい。そしてこれがちゃんとタイルになっています。でね、もちろんすべて網戸、上もね網戸っていうんですか、ネットになっていて、空気の循環はあるのに蚊は入らないようになっています。そしてお手洗いはここ紙も流していいそうですよ。ね、よくねヨーロッパなんかで紙は流さないで横に入れてくださいなんてありますけれども、ここはちゃんと紙が流せるようになっています。なんかそよ風を感じながら用を足せるようになってるんですね。でもこちらもねちゃんとコンセントバッチリです、ね。お隣さんも遠くに見えます。それぞれねこういったテントが3つぐらい重なって連なってるんでしょうかね。外からもちょっと観察してみたいと思いますけれども、浴室からリビングを見ると、このキングサイズのベッドが2つあります。ものすごく広いんですよね。照明がこのようにありまして、このね天井がうっとりしますよね。入り口にはこのような、このねなんて言うんでしょうかね、手作りの素晴らしい家具、ゆったりね何か作業をしたりちょっと読書をしたりするのに素晴らしいですよね。テラスでは夫が可愛い訪問者を見つけたみたいです。こちらで靴を脱ぐようになっていまして、こちらがクローゼットになっています。でマサイの布を使ったバスローブがありまして、ここでね入り口のテントが仕切られるんでしょうね。夜は多分ターンダウンとしてこちらの、なんていうんですかね、布が下ろされるんだと思います。そしてねここも見てください。ここのね下にちゃんとコンセントがあそこあります。コンセントね。そしてねテントだからって言って不便なんかじゃないんですよ。私もっと不便かなと思ったらここにもコンセントがあります、ね。こういった設備がねきちんとしてるんですよね。で扇風機もありまして、飲み水も
お茶ね、ミニバーコーナーですね。こんな素敵なポット今までの旅行で見たことないですよね。透明で、クッキーも用意されていて、コーヒーも自分で入れられるようになっています。そしてこの旅行のパッケージにはランドリー、お洗濯も含まれているので、ここに入れておいて紙に書いて出すとお洗濯もしてくださるそうです。そして私のいつものリネンチェック。私ね、寝具のリネンがね、とってもいつも気になるんですけど、いいですよ。コットン、河川なんかじゃないです。とてもね、ほら、これはよく寝れそう。そしてね、左右のベッドが違うところがなんか素敵ですよね。何回も見ますけど、この天井、もうロマンチックに作ったとしか思えないですよね、これね。夜はどんなんなんでしょうね。夕方からは車に乗って動物を見に行く予定だったんですけれども、とても暑かったので、リビングでジョロゲさんの、サファリについての、いろんなレクチャーを受けてお話しすることにしました。このね、お話の様子はこの別の動画でご紹介していますので、ぜひご覧ください。そうです。それはサファリは私好きです。日が落ちてきたので、夕方のサファリドライブに出かけます。サファリカーの天井は開閉式。動物を見つけると立って上から観察できます。視界が広く撮影もしやすいんです。今私たちは道のない草原を進んでいます。こうしたオフロード走行が認められているのは、ここが市営保護区だからです。国立の保護区ではオフロードは原則禁止。もっと多くの車が決められた道を走ります。一方、ここはマサイ族が所有する土地を保全目的で管理し、車の数も厳しく制限されています。心配だけど大丈夫です。あトンプソンガゼルはずっと心配です。あ、ガゼル、あれは前はセグロジャッコイルです。見えますか？見えますよ。あれか。はいはい、狼みたいなやつ。黒い背中の模様が美しいセグロジャッカルです。顔はキツネに似ているんですが、耳の大きさが顔に対して大きいので可愛い顔してますよね。しかし肉食獣です。耳がピーンと直立しているのは音に敏感な捕食者の特徴だそうです。単独でも行動しますが、つがいや家族単位で暮らすことも多く、非常に知能が高いことでも知られているそうです。彼らは何を食べますか？肉食です。多い時期は残り物食べます。遠くに見えるのがトムソンガゼル。体の側面に走るはっきりとした黒い帯が特徴で、小型ながら草食最速クラスのスピードを誇るそうです。アフリカの太陽が静かに沈もうとしています。市営保護区では夜へ移ろう時間もサファリが続きます。一方、国立の保護区では日没までに行動を終える決まりです。夕日の反対側に月が見えます。もうすぐ満月。次はヌーを探して走ります。皆さん、ヌーってご存知ですか？ヌーは牛のような角、馬のようなたてがみ、そしてヤギのような体つきを持つことから、古くから
いろいろな動物の余り物を集めて作られた動物というユニークな言い伝えがあります。夜になると捕食者から身を守るため、より大きな群れを作り、草原の真ん中で身を寄せ合うように固まっているそうです。探せれるでしょうか。ジョロゲさんは、彼らはあそこに住んでいると住所が分かっているかのように運転していきます。遠くに見えるの、あれがヌーの群れでしょうか。ケニアのサファリといえば、ヌーの大移動、グレートマイグレーションが有名です。ヌーたちは雨と草を追い、命がけで川を渡りながら長い距離を移動します。けれどすべてのヌーが移動するわけではありません。マサイマラにとどまる群れもいるのです。次はキリンです。マサイキリンといってケニアを代表するキリンで、ギザギザした星のような模様が特徴です。シマウマと一緒にいるようです。私、編集して画面を見ていて今気づいたんですけれども、このシマウマばかりか奥にマサイ族の方が通っているんですよね。マサイ族の方がほら後ろ、木陰の後ろに家畜を連れて、家畜を引き連れてこのキリンの横を歩いています。キリンの方も何にも気にしないで葉っぱを食べていますね。今度は真ん中辺の木のそばに、現地の人と野生動物の共生、これが見たかった。マサイ族はこの地で牛や羊など彼らの家畜と共に生きています。そして野生動物と共生しています。右の背後から来たキリンはまだ子供ですね。ここには大人のキリンと子供のキリン両方がいるようです。ガイドのジョロゲさんによると、キリンには幼稚園のような仕組みがあり、大人のキリンたちが交代で子どもたちを数頭まとめて見守るそうです。こうした子育ての方法はクレッシュと呼ぶ共同保育だそうです。アフリカらしい一本木、バラナイトエジプティアカのその根元に車と人影が佇んでいます。あれ、我らがライオンズクレードルのスタッフさんじゃないですか。火を焚いています。ガイドのジョロゲさん、今晩の夕飯はここですよと教えてくれました。こんなに素敵な演出、定年後のご褒美にもぴったりだけれども、新婚旅行にもいいですよね。私たちのディナーのためにこんなに用意してくださいました。飲み物こんなに、いやこれケニアのラガービール、
そしてここに座れるのね。うわー贅沢。ちょっと座ってみて。どこの車かなと思ったらわーおー料理人もこのように来てくれています。わSo today we'll have spinach soup. ーSpinach soup. We have bread roll. We have beef stew. ビーフシチュー We great have corn rice. コーン Corn rice. コーンライス Then we have smoked bananas. And malts, which would you like? The lager? Kenyan lager? Indian lager? Okay. 植民地時代のサファリでは夕日を眺めながらアルコールをいただくというサンダウナーという習慣がありました。サファリの夕焼けでいっぱいというわけですね。ありがとう。外でご飯が食べれますとは聞いてましたけど、こんな全然宿と違うところにこの木の下でここに来てみたらキャンプファイヤー誰かなと思ったら私たちのためにね。そうですね。only one no special です。これはスペシャル。公園の中はもうできないです。そうそれはプライベートコンサルタンシーのチャンスになります。プライベートだからこうやって火を焚いてもいいんですよね。サファリという言葉の本来の意味はスワヒリ語で旅を意味します。そしてこの旅におけるサファリとは野生動物を観察する体験全体のこと。サファリドライブだけでなく夕暮れに一杯を楽しむサンダウナーや野外で味わう夕食ブッシュディナーまで含まれます。97% です。それはもうは星は見えないです。そうか、満月に近いから。なるほど。Some food we eat using our hands. We don't use そう spoons. か。 I think tomorrow lunchtime we can. Not lunchtime. I think you can even press. Yeah, it's soft. Yeah. We Japanese also like this sushi. Sushi. Sushi Yeah, and sushi. onigiri, rice balls. わあ、マサイのなんて名前でしたっけこれは。シュカ。シュカ。マサイシュカを着せていただきます。なんか自然素材で。マサイ族といえば赤いチェックの布を身にまとった姿を思い浮かべる方も多いと思います。しかしこの衣装の歴史は古いものではありません。1960年代までは、私たちが生まれる前後ですよね。マサイの人々は牛や羊、ヤギなど家畜の皮をなめした衣服を身につけていたそうです。19世紀後半、東アフリカに寄港した貿易船や植民地時代の商人によって布地が持ち込まれると生活の中で次第に川からね、なめし川から布へと移行していきます。このね、赤いチェック柄のルーツには諸説あるそうですけれども、植民地時代に持ち込まれたスコットランドのタータンチェックの影響を受けたという説が有力です。いただいてみようと思います。パンね。優しい物腰のシェフが作るロールパン、とっても深い味です。焚き火で温められたほうれん草スープ、手作りの濃い味です。普段は歴史や文化、そしてグルメを楽しむ旅をしている私たち。今回の旅は今この瞬間に生きている生き物たちと同じ時間と空間を共有する旅です。アフリカの大自然に放り込まれてしまって、だけど有能なスタッフに囲まれて安心の中で時間を過ごしている。こんな旅は初めてです。
そうですね。ここでね、この味ね、トウモロコシがキュッてサクって美味しい。かけるの上に。ああ、そうか。おお。なんか知らなかった知。らなかった。それもそんなちょっとおお、これすごい。ビーフシチューは一般的なね、日本でよく食べられているカレーみたいなやつじゃなくて、どちらかというと和風の牛肉煮込みみたいなさっぱりして食べやすくてとても美味しかったです。ハイエナが近くにいるそうですよ。ああやって照らしてハイエナを警戒してくれてます。なんと車の後ろにはポータブルトイレまで用意してくれてます。シェフはデザートバナナをいぶしています。これはスモークしたバナナ、熱い、あったかい。ああ、スモーキー。ああ、本当だ。いい香り。炭火って何でも美味しく仕上がるんですよね。ちょっと大人の味になる。まずね、このディナーで美味しかったのは、ほうれん草のさ、お野菜のほかほかのスープがこの寒い中で飲めたこと。そうだね。うん The most wonderful part is that spinach soup. Wow. Yeah, it was Cream warm. of spinach soup. Right, and it's kind of cool weather. It's very good. あなたの優しさが伝わる味だ。 And it shows you. こうしてライオンズクレードルの最初の夜は過ぎていきました。あとほら、お肉。初めてのテントでの夜なんですけれども、風がね吹くとね、やっぱテントごとわーっとこう揺れるっていう感じです。そしてね、虫の声がよく聞こえます。でもね、日本人ならね、日本の秋もこれぐらい外から虫の声がするかなって感じです。本当はね、動物の声とかいろいろするらしいんですけど、今のところ聞こえてません。それでね、もうちょっと寝ようかなと思ってね、このお布団に入って、これもうね、ダブルが2つもあるんですけど、びっくり。これちょっと寒いんですけど、湯たんぽ用意してくれてるのも信じられない。おお、うわ、暑い。かなり暑いぐらいあったかい。ねえ、お昼は暑くて扇風機回したし、夜は湯たんぽが気持ちいいっていうね、一日のうちに本当冬と夏が共存するこういったねケニアですけれども、なんか気遣いだよね。それではそろそろおやすみなさい。翌日は朝4時起きで別途予約したオプショナルツアーのバルーンサファリに出かけました。この様子は2本目のこちらのサファリの Vlog、サファリにもいろんな種類があるよという動画でご紹介していますので、ぜひご覧ください。アフリカゾウです。いきなりでごめんなさい。オプショナルツアーの帰り道だと思っていたらサファリが始まっていました。サバンナシマウマです。マサイマラにいるこのシマウマは体格はちょっとちっちゃめなんですけれども、この黒白の縞がはっきりしてるんですよね。本当にくっきりしています。この縞は一頭一頭違って双子で生まれても縞は違うそうです。人間の指紋と同じように
同じものがないそうなんですね。ジョルゲさんと一緒の時にはこの観光しているのは私たちだけなんですけれども、これはオプショナルツアーなのでいろんな方と車でご一緒しています。このねサファリカーがねちょっとレトロな感じで窓枠が木になっていてなんかちょっと素敵でしょ。でもここからなんか落ちちゃいそうで心配です。マラ川です。マラ川はケニアのマサイマラ国立保護区からタンザニアのセレンゲティ国立公園と流れる全長およそ395キロの河川です。乾燥地帯であるサバンナにおいて1年を通して水が枯れないとても貴重な水源となっています。マサイ族の方が家畜を引き連れていますね。ライオンズクレードルに戻ってきました。朝早かったのでちょっと疲れたかな。警備のまこさんが門まで迎えに来てくれました。ガイドのジョロゲさんもラウンジにいます。とても素敵なカップで、これはケニアの石で作られたカップだそうです。ラウンジでゆっくりしたいと思います。こちらの冷蔵庫の中の飲み物も自由に飲んでいいそうです。こちらのワインセラーの中のワインも自由に飲めるということで、全部サウスアフリカの南アフリカのワインですね。こんなリラックスできるラウンジがあるなら2週間ぐらいこの宿でゆっくり休暇を過ごすのもいいですよね。こちらはコーヒー豆。私たちもたっぷりお土産に買いました。私も昔はねコーヒーといえばコクとかねビターとかほのかな甘みが好きでしたけれども、最近はアフリカの豆を浅煎りにした酸味が大好き。もうなんだかコーヒーを超えた味わいという気がしています。布でできたこれは何でしょうかね。小物入れでしょうかね。そしてケニアの布で作られた可愛い動物や、これビーズですね。ちょっと置いといても明るくなりそうですね、お部屋がね。そしてマサイ族が身につけているこうした布地、大きい布地ですね。これはケニア布なんでしょうかね。これも US ドルで15ドルぐらいです。そしてこちらのレストランでも使われているようなサラダトングが並んでいます。スタッフさんにあっちの池を見てと言われました。何かお客さん？折れ曲がった長い尻尾、オリーブ色の体、オリーブヒヒです。左には子連れのヒヒがいますね。昨日のランチの時にはシマウマがいましたし、あそこは水飲み場になってるんですね。こっちも見てみてと警備のまこさん。柵のないライオンズクレードルでは動物と人が思いがけず出会うこともあります。その時双方が驚いてしまわないように警備がとても重要な役割を担っています。私たちが滞在するテントロッジを外側から見てみましょう。高床式の土台があることで底冷えを防ぎ、テントがしっかりします。
コンクリートで固めず杭を打ち込むだけの構造なので、ロッジを撤去しても地面はすぐ元の自然に戻ることができます。ここが玄関で、この3つの窓がリビングになっていて、ここがシャワールームとお手洗いになっています。で、こういった配管もこういう風になってるんですね。そして下はどうなる？こうやってちゃんと設備があるんですね。そして全部ね、ファスナーで作られているところが、ああいう風になって、上に屋根の布がこう二重にもなってるんですね。ここにこの台があってテントが乗ってるという形で、そこにポールがあって、で屋根がこのように二重なんだ。こんな風になってるんですね。室内は室内でまた綺麗な布が天井の布としてあります。で、風が通るようになってるんですね。さあ、ランチに行きましょうか。木陰のランチです。なんとここからシマウマが見れますよ。隠れ家のようなライオンズクレイドルでの静かな時間といっても、時々お客様が。誰なのって顔でこっちを見てますね。私たちを二度見しています。とっても美味しそうなキューカンバー、キュウリのコールドスープだそうです。楽しみと言いながら、後ろにカバを横目にランチをいただきます。冷たくってヨーグルトっぽい感じで、これは夏の暑い時にいいね。美味しいね。チキンのバター焼きと、フライドポテトのスパイシーとコールスローだそうです。美味しい。ちょっとカレースパイス味ですごく美味しいです。シェフはもうこんなに美味しい料理が作れるのに、また学校に戻って学位を取らなければならないと話してくれました。カバも元来た場所にゆっくり戻っていっているようです。今朝は早起きだったのでテントでゆっくり休みます。お昼のシャワーも気持ちがいい。景色を見ながら熱いシャワーを楽しみます。エアコン、空調はないんですが、何しろ4面がすべて窓ですから風通しがいいんですよね。そよそよこのテント自体がちょっと揺れてる感じ。
夕方のサファリドライブまで少し休みたいと思います。このテントの外に誰かお客さん来ないかなと思いながらうとうと。さあ、ガイドのジョロゲさんと待ち合わせをしてサファリドライブに向かいます。警備のマコさんが迎えに来てくれました。本格的にゲームサファリといって動物を探し回る4時からのドライブに行ってきます。午後4時ね、かなり暑いですね。これがまたね、急に涼しくなるんですね。少し雲もありますね。ジョロゲさんはもうマサイマラでは雨季が始まってもいいのにまだ雨が降らないのを気にしています。動物たちが苦しんでないか心配なんですね。個体をね、ガイドのジェロゲさんは認識してて、何々さんは知ってるとか言って個体別に分かってるので、その個体がどこにいるのか探してくれてるんだと思います。もし実もいるです。じっと見てた。キャンプのレジデンスです。グランツガゼル。よく似ているトムソンガゼルよりも体が大きく乾燥に強いのが特徴だそうです。こちらはトピ、ウシ科に属する中型のアンテロープ、カモシカの仲間です。お尻のあたりが青いのでジョロゲさん曰くブルージーンズです。一見おとなしく座っているこのトピですが、屈指の俊足ランナーで最高時速は70キロから80キロだそうです。また交尾の時間が短くて数秒、1、2秒程度だそうです。トピのナンバーもっと多いでしたです。それはノーより多いでした。それはトピのエンバイロメントはチェンジです。だからトピのナンバーはもうだんだん下です。ノーはアップです。あれは面白いです。ブルージーンズ。そうです。彼のハレムです。それは彼の縄張りこの辺です。彼がコントロールしてますね。吠えて、危ないからこっち行けとか。オスは交尾の権利と引き換えに群れを守っています。彼はウォッチングアスですね。そうです。立派ですね。でもボスも大変ですね。そうです。インパラ、シマウマ、ヌー、複数の種類の動物が一緒にいるこの風景は絵本のように美しく、同時にサバンナの知恵が詰まった光景でもあります。これを混在、ミックスドハードと言います。その第一の目的は捕食者対策。種が増えるほど見張りの目が増えるのです。インパラが視覚、シマウマが嗅覚、ヌーが威圧だそうです。目的その2、食べる草の高さが違う、競合しないということです。シマウマが背の高い硬い草を先に食べて、その次にヌーが中ぐらいの草、そしてインパラが柔らかい低いところの葉っぱを食べます。そして集団で移動していくそうです。ジョロゲさん、次は誰に会わせてくれるんでしょうか。アフリカ水牛です。アフリカ水牛の群れがサバンナの一本木の下で
休息しています。丸く鋭い角、その付け根は兜のように固められ、角質で固く覆われています。群れの外側に立ち、警戒を続ける水牛もいます。そんな水牛さんに心配かけちゃいけないのに、私失敗をしてカメラを少し高く上げすぎちゃったんです。そしたらごめんね。マサイキリンです。キリンは一番大きい半数動物です。体の模様がギザギザで星形のようになっているのが特徴です。キリンはなんて優雅なんでしょいいです。この音はジョロゲさんが手持ちのナッツを食べ始めた時の音です。ジョロゲさんはシャッターチャンスが来ると思った時に腰を据えてナッツを食べて待ちます。何かが起こるのかもしれません。それにしてもこの2頭はなんでこのお尻だけくっつけて2人で立ってるんでしょうかね。ネッキングです。オス同士が長い首を振り回し、相手の体に打ちつけ合う行動で、目的は力比べと序列の確認です。ちょっとあんなに首曲げたら痛いんじゃないの？これは軽い方のネッキングで、力量確認や若いオス同士でちょっとやってみるという感じでちょっと当てるだけので終わることが多いらしいです。ところが本気の繁殖権をかけた序列決定はもう頭部を狙って失神するまでやったりするので死亡しちゃうこともあるらしいです。実際にぶつけ合うより心の中でなんか悪いこと考えてそうな顔が怖いですよね。今度はお尻で押し付け合ってちょっとまた場所取りみたいな感じになってますね。喧嘩でさえもエレガントなマサイキリンでした。
ここに潜んでいるのはブチハイエナ。ハイエナは人間と同じように目が正面についています。これにより立体視できて標的までの距離を正確に測ることができます。またハイエナの目は目元の筋肉が非常に発達していて、期待に満ちた目、警戒する目、そして仲間に甘える時の穏やかな目、その他彼らはアイコンタクトを通じて群れの中の複雑な階級やルールを確認し合っています。これはまさに社会的知能が高い動物の特有の振る舞いです。チンパンジーと同等に賢い問題解決能力があるとされています。このハイエナは今1頭だけでいますけれども、群れ、クランが大きく関係が複雑だそうです。誰が上位か、誰と組むか、友達の友達は友達とかいう認識があるようで、そして彼らと協力して役割分担ができるそうです。そして学習が早い。そして相手がライオンでも数や距離で行ってみようとか引くとか切り替えることができるそうです。群れのトップはメスで、娘はその高い階級を引き継ぎます。この複雑な階級制度を維持するためには非常に高い認知能力が必要だそうです。はい。We'll be having buttered chicken. もうね、ここもレストランもねテントですから、ここがこうバウバウ揺れて風が吹くと、なんかね本当に屋外に本当に近い場所で食事をしている感じがあります。パンとはね、合わないけど。いや、今日もドライブ楽しかったね、ゲーム。とても珍しいものとしては、キリンのオスの喧嘩って言ってもさ、静かだったけど、でもあれはね、皆さんに聞くととても珍しいものだったらしくって、よく撮影できましたね。なんかあんな広いところでさ、なんかこうちょっとどけようみたいな静かな喧嘩でね、きちんと並んでてね、首と首をぶつけ合うだけ。そう。あと夕日がもうアフリカって感じで、大きい太陽と夕日で綺麗でしたね。こちらがバターチキンで、ちょっとピクルス系のものがあって、ライスがあって、この全粒粉の、チャパティがあります。どうですか？じゃあチキン。ほろほろね。今日はサンライズを見に行くというサファリで、今5時半でテントの外に出てきました。真っ暗で、そしてなんかそこら辺の草むらからこう動物の鳴き声がしてましたが、今止まりました。私たち2人だけでは歩いてはいけないので、ここからテントから出てはいけないので、警備の方を待っています。なんか朝一番からライオンがいたそうですので、嬉しいのと怖いですね。こんなとこ歩いてるの。
Is that moon? That's the moon. Oh, Right now it's setting up. 出発の前にこうして火で温まって、います。今朝の警備のスタッフはトゥルカナ族。車を待つ間にトゥルカナ族のサバイバルの知恵や美人な妹さんの祭りの時の写真を見せてくれました。ケニアというとマサイ族を思い浮かべがちな私たちですが、乾いた土地で生き抜いてきたトゥルカナ族にもがぜん興味が湧きました。彼の話を聞く時間が短かったのが心残りです。ケニアと隣国との国境線を見ると、そこに引かれた不自然な直線にかつてヨーロッパが振るった植民地支配の傲慢さを感じ、私は怒りを覚えずにいられません。部族を無視して国境を作り、人々の歩みを分断したその線は今も経済的や政治的に消えない傷跡として残っています。それでも同時にトゥルカナ族の彼とこうして直接英語で言葉を交わせるのも、皮肉なことにその植民地支配が残した影響の一つなんですね。車で向かった先はサバンナの真ん中、見晴らしが良い場所でした。スタッフが先回りして椅子やテーブル、お茶の用意をしてくれていました。マサイ族の布、シュカの上に腰を下ろし、マサイの大地が持つ力を感じます。朝の静かな時間を過ごした後は動物を探しに出かけます。土豚がアリを食べた後で、昨日の新しいほかほかのものだそうです。本当新しいです。昨日が強いからね。耳が人間のわからないここありますです。だから土豚は聞こえるです。それはすぐわかるです。匂いも。私も本当一日いるだけなのに、もうこう下を見ると糞を探すようになりましたね。あ、糞が新しいとか、そういう目で見るようになりました。インパラです。インパラは角を持つのはオスだけです。独身のオスだけで群れを作り、草原を移動してるんですね。朝の動物は美しいですね。
てるわ、尻尾アップ。見て。カバです。カバは夜行性です。マサイマラの川では日中はカバが水に浸かり暑さをしのいでいます。一見穏やかですが、カバは縄張り意識が強く非常な危険な動物でもあります。問題があるはずっとに鳴き声です。だから人間聞こえますです。それはクリックサウンドです。カバ水の中ね泳がないです。歩くです。イメージはカバは泳げるです。から歩く。カバは一番怖い動物です。毎年ね、カバ人間殺しては500人ぐらいです。毎年です。それは人間とカバは水の邪魔でしょ。カバはパニックからです。それは人間殺してです。食べないです。そうです。カバ鳴き声です。見て。大人オスカバは3トンぐらいあります。重いね。です。100メーターは安全。そういうもんなんですね。近くに来るとテリトリーでもダメってなって。ダメです。今度はインパラのハーレム。一頭の優位なオスが多くのメスを統制しています。この一頭のオスは自分の食事や睡眠を犠牲にして群れを守るので体力を消耗し、ボスの座は数日から数週間で次へ明け渡すようです。親子でこちらを伺っています。ダチョウです。一番右端のピンクの足の黒い羽のダチョウがオスです。1匹だけです。このオスのダチョウのピンクの足と黒い羽は繁殖期に強く現れ、メスへのアピールの役割だそうです。ダチョウの向こうの水平線にたくさん動物がいますが、あれは水牛のようですね。水牛の群れです。サバンナの地平線を埋め尽くすアフリカバッファローの巨大な群れ。ビッグファイブの一角を占める彼らはサバンナで最も力強く、そして危険な草食動物の一つとして知られています。足元を歩く白い鳥はアマサギです。水牛が草をはむ際に飛び出す昆虫を捕食するため、彼らの行く先々に随伴します。湾曲した強靭な角と1トン近くに達する巨体、
群れ全体での結束力は極めて強く、ライオンなどの捕食者に対しても集団で立ち向かい撃退することがあるそうです。今日の朝のドライブでも動物がたくさん見れましたね。朝の光の中の動物はやはり美しいですね。そういえば私たち朝はちょっとナッツしか食べていないのでお腹が空きました。この後ブッシュブレックファーストとして川のほとりで朝食がいただけるとのことです。もしかして遠くに見えるのはマサイ族の赤い布、シュカを着たスタッフさんではないでしょうか。またまた私たちを先回りして用意をしてくれていた様子です。見てください。こんなすごいところで川だもんね。今からブレックファーストですよ。素晴らしい。ここはマサイマラを流れるマラ川。乾季には水位が下がり、カバの姿もよく見られます。マラ川は毎年7月から10月頃に行われるヌーの大移動、グレートマイグレーションにおける最大の難所として知られています。100万頭以上のヌーやシマウマ、ガゼルがより良い草地を求めてタンザニアとケニア間を移動します。朝ごはんです。すごい美味しそう。Looks good. Looks good. 揚げバナナ、白トウモロコシ、揚げキャッサバ、小さめの手作りのパンケーキもあります。ベーコン、ソーセージ、シリアル類もふんだんに。もう最高。日本のと全然違ってね。この白トウモロコシは日本のトウモロコシとはだいぶ違います。粘り、弾力が出ていて餅のような食感です。
半分にありますです。この木もね、もう見えないです。そうですか。そうです。たまにここまで。この揚げバナナもやめられないぐらい美味しい。マラガを目の前にしておしゃべりに花が咲きます。いつかジョロゲさんが日本の動物園まで来て、ケニア人もびっくり、日本の動物園なんて YouTube を撮ったりして、先生は日本人。いやー本当にここはこんなブッシュブレックファーストブレックファースト、朝ごはんをここで食べれるのはプライベートだからですね。プライベートです。ナショナル公園だったらもうできないです。ナショナル公園は場所にあるだけど人多いです。それに木の下です。すごく嬉しいね。ここはリラックスの食べて、違うとレストランの中はみんな早いです。食べてください、早くください。ここはリラックスですね。いやーいいですね。本当にカラーっとして気持ちがいいのね。あんまり汗かかないね。かかない。ここは公園の国旗です。この川は国旗です。ここ私ね、何回来るでしょ、だからいつも来るね、リラックスですよ。ね、すごくいいポイントですね。じゃあ、オンリーワンさんでこのツアーに来たら、皆さんここでご飯食べれる。そうです。ウェザーが OK ね、ここ来るですよ。美味しそう。挨拶です。シュクラン。夜の焚き火を囲む語らいも魅力的ですが、朝川の流れを眺めながら交わす会話は頭が澄んで自然と話が広がります。あのわしが？そう、そう。あれはスネークイーゴです。ああ、蛇ぶら下がってる。見ますか？見える見える。そうみたいに。私のカメラのレディでしょう。スネークイーゴ。ブラックなんですか？ブラックチェステですね。名前。ブラックチェステ、ここ。はい。テントへの帰り道、マサイ族が家畜を連れて移動する姿に出会いました。マサイ族にとって牛は単なる食料ではなく、一族の富や社会的地位を象徴する極めて重要な資産だそうです。今日の警護担当の彼はトゥルカナ族。極めて乾燥した過酷な自然環境の中で暮らしていける強靭な民族です。そんな彼に日本からの乾燥梅干しを食べてもらいました。ナイス。ナイス、really? ジャパニーズそう。梅と塩。梅と塩。やっぱり体が強い人は健康的な食品が分かったのかしら。水場のそばに現れたのはイボイノシシの家族です。ちびちゃんたちが数匹いますね。
コーヒー豆、ランクの高い AA の豆を使って今からコーヒーを入れてくれます。私たちはコーヒー豆の中でもアフリカ産が好きで、普段はキリマンジャロをよく飲んでいます。先日カルディでケニアの豆を探してみたのですが、どうやら少し高級なのか店頭にはなくお取り寄せになっていました。今度はシマウマが水場に現れました。サファリカーに乗ってサファリもいいけれども、こちらの椅子に座ってずっと水場を見ているだけでも動物たちが遊びに来てくれます。動物たちちょっとこちらを気にしているとこが可愛いんですよね。シマウマのこの縞模様、いくつかの意味があるそうです。まずこの模様は一頭一頭すべて違って仲間同士の個体識別に役立っています。そしてね、このように群れで動くとこのしましまが重なってもやもやももやってなって輪郭が分かりにくくなって、ライオンのような捕食者は一頭に狙いを定めにくくなるそうです。水場にはライオンなどの捕食者も来ますから、全員で頭を下げて水を飲んでいると危ないので、このように一頭だけは見張りをしてるんですよね。交代交代でこの見張りをしながら水を飲む様子、賢いですね。今日はアフリカサファリのような大自然の旅の荷物についてお話したいと思います。こちらの内容はこの動画で詳しくお話ししておりますので、ぜひご覧ください。本当に役立ったものをまとめますね。そうです。さっきの話してました。今日はさっきの話してましたね。今日はちっちゃい今日のオープンです。木枠のサファリらしい、素敵ですね。こちらもランドクルーザーです。頑丈にできています。乗り口は片方だけなんですけれども、大きいタイヤはそのまま、替えのタイヤもついています。そしてね、私たち乗客に嬉しいのがこのね、窓の木の枠、雰囲気出ますよね。さあ乗っていきたいと思います。の車は窓が開いているので、荷物は下の方に置くように言われました。実は雨が降りそうということで、風の中に雨の香りがしているそうです。シママングス。今ライオンを一生懸命探しています。今朝もテントの近くでライオンの鳴き声がしたというのに、私たちはライオン自体をまだ見てないんです。なんとかしてこの旅でライオンを見たい。雨季なのに雨がちっとも降らないので、ライオンの家族たちはこういった茂みの奥深くに入ってしまっているかもしれないとのことです。ね、こういった茂みの中もよく見て、進んでいきます。雲がたくさん浮かんでいて、あと数日で雨が降りそうなマサイマラではあります。
ライオンの家族見つかるでしょうか。それはインフォがあるはすぐ教えてください。どうもいるらしいんですよね。そう。ちょっと分かりませんけど、ちょっと会えるかもしれない。いけいました。ライオンです。子ライオンがぴょんぴょんと駆け寄ってきました。これぐらいの近さで観察できるんです。しつこく甘えすぎてお母さんにちょっと怒られてるみたいです。ジョロゲさんによると、この子ライオンは4ヶ月。夕方にならないと狩りは始まらないそうですが、親ライオンがちょっと移動しています。やっぱりね、車の真横を通られると、これ窓ガラスがありませんからドキドキしますね。子ライオンも後を追いかけています。子ライオンだって狩りをしてみたいのかもしれません。もう歩き方がなんか狙いを定めていますね。猫背というか獲物を少し追おうとしてるんでしょうか。親を真似て成長する姿、ライオンも人間も同じかもしれません。おっと、鳥が捕まらなかった。行っちゃった。ジョロゲさんによると、この子ライオンたちはお腹を空かせているようです。自分たちに狩りの能力がないから見てるだけしかできないのかも。そして雨がちっとも降らないので、水飲み場の水もあんなわずかになっています。4ヶ月のライオン、7ヶ月のライオン、子ライオンたちが濁った水を飲んでいます。ジョロゲさんは彼らのことをとても心配していたんですが、この日から3日後、ジョロゲさんの友達から連絡があって、彼らの親が狩りに成功して獲物にありつけたそうです。そして雨も降ったのでね、水も飲めたのだと思います。今日の夕食は他の宿泊者もご一緒の大勢でのブッシュディナーです。焚き火でお肉を焼く特別な夕食だそう。その前にマサイ族の歓迎の歌をもう一度聞きたいとリクエストしてみました。
Perfect, thank you. さっきメインで歌ってくれたマサイ族のチュアラリさん、何やら棒を削ってくれています。夕食をいただくのは私たち2人だけではなく、日本からの他のお客様も。火で炙っているのはヤギの肉。ケニア人は羊よりもずっとヤギの肉が好きだそうです。皆さんと一緒で火を囲んで楽しい。やっぱり会話の少ない老夫婦2人よりも皆さんと一緒が楽しいな。はにかみ屋さんのシェフも今日は頑張ってみんなの前でメニューを説明しています。今晩は手を使って食べる、フォークとナイフを使わずに手を使って食べる料理だということを説明しています。バーベキューとは別に煮込み料理も用意されています。ここで温めているんですね。肉の焼け具合をチェックしているのはトゥアラリさんです。あの葉っぱで何かオイルをつけているのか味か何でしょうかね。Looks good. マリネして漬け込んだ肉なのでとても美味しそうで、もうねケニアの人はもうスイートでこんなごちそうないって言ってますね。これはごちそうということでしょ。日本人にとっての和牛みたいなもんだそうですね。真横で撮影していましたら一番の食いしん坊だと思われたらしく、一番に試食させていただくことになってしまいました。ありがとうございます。Eat goat. Wow. 歯ごたえが美味しくてすごい。ヤギの肉はマリネしてあるので歯ごたえがねっとりとしてて、お肉として甘いというかとても美味しいものでした。臭みはなくて鶏肉と豚肉のような、羊のようなワイルドさがない、ちょっと繊細な味に感じました。美味しかった。美味しい。Tried goat milk, but this is my first time to have goat meat. なんていうの？スティッキーでしょ？
tastes like beef. でもね、ピザもダメだな。なんていうの、味音痴ってね。He doesn't know the taste. Always beef. 配られた白いものはウガリです。これはヤギの肉とサラダとキガリという間違っちゃったウガリというケニアの主食です。ウガリは何でできているんだっけ？ウガリはトウモロコシです。トウモロコシ。トウモロコシの粉と水だけ。朝ね、朝食の時にトウモロコシあったでしょ？そうです。あれのトウモロコシの粉です。絶対好き。じゃあ行きます。はい、どうぞ。これをちみちみちみ。おお、硬いんだ。More good. Not yet, thank you. Minda kupata ile nyekundu. Ile mafuta. Si unajua shida yangu. こうやってぐにゅぐにゅってやってつかめませんね。こうでいきます。さあ食べます。これみんな好きでしょ。そう。どう？美味しい。大丈夫？オスライオンです。ライオンの声が今しましたね。そうです。オスです。ライオンの毛皮は8キロできるんです。さあこれでこれはさあこれです。こうやって食べます。ギュッギュッってやります。ギュッギュッって食べてお口に入れます。さすが。美味しい。このスピナッチも手で食べ、すごいプロのプロ。あんなに大きい。そうか。あんな大きいんだ。私ちょっとちっちゃすぎた。ケニア人プロの食べ方を伝授。ミックスでね。ミックスして。眉。出ました眉。ライオンズクレイドルとも今日でお別れ、次のサファリへと向かいます。第二の我が家にしたいぐらい居心地の良かったテント。私たちは転がすことしかできないような重いスーツケースを軽々と持ち上げるマサイ族の身体能力に最後まで感動しながら車へ向かいます。素晴らしい非日常だったライオンズクレードルでの時間。確かに私たちは動物のそばにいました。Thank you everyone. Thank you. Very nice time. Thank you. ここからサンチュアリまでは1時間半ぐらい、2時間まででしょ。次に向かうのは空、水上、そして陸路を行く多様なサファリです。気球から見下ろすバルーンサファリ、水辺の生態を観察するボートサファリ、そして自らの足で大地を進むウォーキングサファリをお送りします。野生動物の姿も克明に記録しました。アフリカゾウ、ライオンの繁殖行動、サイ、そして群れをなすヒヒやフラミンゴ、ペリカン。宿泊するのはハイシーズンなら1泊35万円の
ラグジュアリーロッジや湖をはるかに見下ろす絶景ロッジ、ケニア料理のビュッフェも楽しみました。さらにケニアのナイロビまでのフライト、 ANA とターキッシュエアラインズビジネスクラスの様子もお届けします。それではご視聴ありがとうございました。ゴロゴロ旅カリブケニア。ゴロゴロ旅カリブケニア。